はい、皆さんお元気ですかということで、今回はですね、ウルトラですね、ウルトラのマフラーを変えてみようということで、前回に続きまして自宅からお届けということでね、よろしくお願いいたします。で、早速なんですけども、今ついてるマフラーがバンス&ハインズっていうね、結構いいマフラーがついてるんですけども、このマフラーはね、もともとこのバイクを買った時に前のオーナーさんがもうつけてたやつをそのまま使ってたんですけども、ちょっとね、音がね、めちゃくちゃ爆音だったり、あとこの形がね、オーバルタイプで、私の好みとはちょっと違うので、変えてみたいなと思って、今回変えることにしました。って言っても、このバンスのマフラーの音がどんな音かわからないと話にならないので、一度聞いてみてください。それではどうぞ。どうですかこれ。なかなかの音でしょ。結構乾いたレーシーな音で確保はいいんですけども、私的にはもう少しね、低音の効いた音が好きなので、重低音系のマフラーに変えたいと思います。ということで、今回取り寄せたのがこちら、シャークロードっていうマフラーですね。皆さん、シャークロードって知ってますか？知らない方も結構多いかもしれないですよね、このシャークロード。で、なぜこのマフラーにしたかっていうことなんですけども、まあ、いろいろね、ネットで調べてみたり、ヤフオクで探してみたり、あとメルカリでね、見てみたり、いろいろしたわけなんですけども、あとね、いろんな方にも相談させていただいて、結局このマフラーにしたんですけども、最終的に何が決め手かっていうと、値段なんですよね、これが。で、値段が安くて大丈夫なのっていうところもね、あると思うんですけども、ただこのウルトラですね、ウルトラが2009年モデルっていうのと、距離が4万キロ走ってるので、結構ね、古いというか、まあこれからどれぐらい乗るかっていうのもちょっとわからないので、そんないいマフラーをつけるのももったいないかなっていうところでね、安くていいマフラーを探してきたわけなんですよね。そんな中でこのシャークロードが新品でなんと3万円台。3万円台で買えるっていうことでね、ラインハートとかね、そこそこのメーカーのやつだとヤフオクでもね、5万円ぐらいはしますからね。それよりまで安いっていうことで、あと低音がよく効いてますよっていうことで、つけてた方のね、話を聞くと、低音がね、よく効いて、いい音だったよっていうことだったので、このマフラーにしてみました。で、開封すると中にはちゃんと写真付きの説明書が付いてたりね、あとこんなステッカーも付いてたりなんかしてね、値段の割にはちゃんとしてましたよ。で、マフラーを取り出してみると、これがめちゃくちゃ重たかったんですけど、マフラーってこんなに重たいもんなんですかね。よくある安物あるあるなんですかね、これ。いいマフラーってもう少し軽いもんじゃないんですかね。その辺はちょっとわからないんですけども、とにかくめちゃくちゃ重かったです。そして今回購入したのが4インチのマフラーですね。スリップオンマフラー。4.5 インチっていうのもあります。あと、シャークロードにはね、メガホンタイプのマフラーも売ってるので、もしね、気になる方は概要欄にリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。で、今回は円安の関係で海外から取り寄せるよりも、日本で買った方が安かったので、Amazon のサイトで購入しました。で、いろいろある種類の中から横にスリットの入ったね、斜めにカットされたエンドキャップのものを選んでみました。で、中を覗くとこんな感じです。ということで少しね、前置きが長くなってしまったんですけども、マフラー交換始めていきたいと思います。で、実はこのマフラー交換っていうのもね、今回初めてやるんですよね。今までそのカスタムとかですね、バイクをいじるっていうことをあんまりしたことがなくて、今回初めてということでね、ちゃんとマフラー交換できるのかっていうね、不安も抱えつつ、無謀にも始めてるわけなんですけども。で、まずこのサドルバッグを外していって、あとはもうマフラーを変えるだけっていうことなんですけども、さあ、無事に出来上がるんでしょうか。マフラーもね、ボルトが左右それぞれ3箇所、合計6箇所のボルトで止まってるだけでね、それを外して、マフラー付け替えてまた付けるというだけの作業なんですけども、ボルトがこれですね、この上2つ、そしてこの裏側、サイレンサーの根元ですね、マフラーの根元についてる、根元を止めてるボルト、この1、2、3箇所ですね。この3箇所のボルトを外して、サイレンサーですね。マフラーサイレンサーをキコキコ外して、また新しいのをつけるというだけの作業なんですけどもね。ただ初めてやることなんで、ようわからんままやってますけどもね。とりあえずね、ボルトが錆びて取れないんじゃないかなっていうね、不安もあったんですけども、そこはね、無事に全部ボルト、外れてくれました。そしてボルトが取れたら今度はね、マフラーを引っこ抜くわけですけども、
ごめんなさいね。これ後ろ向きにやっちゃってるんで、全然作業が見えてないんですけども、まあ上下左右にね、キコキコ振りながら、やるとスポンとね、こう抜けてくれましたね。これも結構ね、抜くのに手こずったっていう話を聞いてたので、思ったよりすんなり外れてくれて助かりました。で、このサイレンサーの根元を留めてるこの輪っかみたいなやつね、この金具はこちらの新しい方にも使いますんで、こんな感じでね、ここの先っぽにはめてからまたつけるんですけど、これがなかなか、ゆるゆるではなくてね、窮屈な感じで、多分これはどのマフラーも同じやと思うんですけども、結構きつめに入れないといけないみたいなんで、布を当ててね、トンカッチで叩くようにしました。そしたらね、すんなりと入っていってくれたんで、これで OK かなっていうことですね。で、あとマフラーのエンドキャップですね。エンドキャップはですね、今ちょっと下向けにカットが入ってるんですけども、これ逆にね、ちょっと上向けのカットにしたかったんで、これもはめ替えました。でもね、ボルトが、2個で止まってるんで、簡単に外して、上向き逆の方向につけるっていうだけのことですね。はい、こんな感じです。ということで、新しいマフラーをいざ取り付けということで、ここまで来るとちょっと嬉しくなってきますよね。どんな感じに仕上がるのかなっていうことでね。で、専用のボルトが付いてるので、これで取り付けていきます。で、ここで取り付け位置を決めないといけないんですけども、前寄りにするか、後ろ寄りにするかとかね、そういうのを決めないといけないんですが、意外とね、このマフラーを取り付ける根っこがね、ギリギリやったんで、もうそんなに後ろに出すことはできなくて、前方向にいっぱいいっぱいにした状態で合わすことにしました。これですね、これが前にカツカツに合わした状態ですね。で、ここからはね、マフラーを外す時の手順と真逆の手順でやっていくだけなので、ちょっと倍速でね、やっていきたいと思います。ここで意外と手こずったのがですね、このボルトで留めるっていう作業なんですよね。これがね、マフラーはグラグラしてる、ボルトは固定されていないので、穴にうまいこと収めつつ、マフラーを押さえながら、止めるっていうね、締めていくっていう作業なんです。これがなかなかね、うまいこといかなくて、はい、ちょうどここで息子くんがね、幼稚園から帰ってきたんで、ここちょっと持っといて、ってね、手伝ってもらったりなんかしながらやってみたんですけどね。ここ押さえとってこれ。右側が無事つきましたということでね、左側を続いてやっていきましょうということで、やっていったんですけども、こちらもね、ボルトもそうですし、マフラーの取り外しも、特に問題なくね、スムーズに取り外すことができました。でこちらもね、右と同じように、ボルトのね、つけるのがちょっとやりにくかったんですけども、こちらはなんとか一人でつけることができました。はい、ということで、つきましたけどもね、はい。はい、ちょっと腰に来てますけどね。腰に来てますね、これちょっとね。はい。なんか歩き方までおかしくなってますけどね。とりあえずつきましたよということで、こんな感じですね。ボルトがここ上2箇所。そしてこの裏側ね、付け根ですね。マフラーの付け根が1箇所。ということで、無事につきました。で、マフラーの長さですね。長さが左右ちょっとばらつきあったらかっこ悪いんで、ちゃんと同じぐらいの長さに出てるかっていうところをチェックして、特に問題ないなということで、これで OK ということで、まだね、ちゃんと締めてなくて仮締め状態やったんで、きっちりと左右増し締めして、ボルトをね、きっちり締めて、はい、ということで完成ということでね、ようやく無事に出来上がりましたけど、1時間ぐらいかかりましたかね、結局のところ。はい。でまあ、1時間ぐらいで着きましたよということで、はい。まあ、着いた感じがこんな感じね。はい。いい感じで着いてると思います。ちょっとね、バックがまだついてないんで雰囲気伝わりにくいんですけども、一応こんな感じで出来上がりましたということで、じゃあ早速ね、音の方を聞いていきたいと思います。OK？はい、いかがだったでしょうか。思ってるより大きいですけどね。イヤホンとかね、ヘッドホンで聞いていただいた方が実際の音に近いとは思います。で奥さんにスマホちょっと撮ってもらってたんでね、二人でちょっと音でっかいってびっくりしてたんですけど、はい、こんな感じの音になりました。じゃあ今度はちょっとね、バンスね、最初につけてたバンスとの比較をしてみたいと思いますのでね。ではちょっと聞いてみてください。
はい、ということで、ウルトラのマフラーをシャークロードっていうね、マフラーに交換してみましたということですけども、いかがだったでしょうか。ちょっと音の大きさがね、想定よりも大きくはなってしまったんですけども、重低音のね、いい感じの音になったんで、良かったかなと思います。あとは言っても安いマフラーなんでね、もしかしたらね、錆が出たり、メッキが剥がれてきたりとかね、そんなことがあるかもしれませんので、またそんなことがあったらね、報告させていただきたいと思います。ということで、この動画はこの辺で終わりたいと思います。またこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。